年齢を重ねても家に静かな品があって、お金の使い方まで落ち着いている方がいます。一方で、気をつけているつもりでもなぜか小さな出費が重なってしまう、そんなことはありませんか？実はその原因は財布の中ではなく、毎日過ごす家の空気にあるのかもしれません。家に帰ってもほっとできない、その小さな疲れがお金の使い方にも静かに影響しています。お金が巡る家はいつもどこを大切にしているのでしょうか？今日はその理由を一緒に見ていきましょう。こんにちは、黄金の暮らし手帳です。お金を財布から出すのはいつでも私たち自身です。でもその自分がもしいつも疲れていたら、気持ちに余裕がなくて家でほっと満たされていなかったら、疲れたから食事は外で済ませよう、面倒だから買ってしまおう、そんな風にお金は静かにでも確実に外へ流れやすくなります。だからこそお金の使い方を見直したいときは、財布の中を見るより先に家の中を少し見渡してみる。お金が巡る家とは、特別な開運グッズを買うことでも、毎日完璧に掃除を続けることでもありません。お金を使う前に、ここで十分と心がほっと満たされる場所が家の中にあることです。今日は長年家事と家計を大切にしてきた60代主婦の田中久美子さんの暮らしを参考に、家の中で見直したい6つの場所をお話しします。玄関、平面の余白、食費とつながる台所、財布と書類、寝室、そして自分をもてなす小さな場所。どれも今日からほんの1分でも始められることばかりです。この動画がお金の使い方と毎日の心を優しく見直すきっかけになれば嬉しいです。最初の1つ目は、今日頑張ったあなたを一番最初に迎えてくれる場所、玄関です。玄関は家の顔と言われますよね。来客のために整える場所、そんな風に思う方も多いかもしれません。でも誰かに見せるためだけの場所ではありません。出かける自分を送り出し、帰ってきた自分をほっと迎える場所。玄関は一日の始まりと終わりに自分の気持ちを整える場所なんです。朝、靴を探したり荷物につまずいたりして慌ただしく出発するのと、すっと靴を履いてよし行ってきますと出かけるのとでは、一日の始まりが全然違いますよね。帰宅時も同じです。玄関でああ帰ってきたと心が緩めば、外で無理に気分を変えようとする出費も自然と静まっていくんです。かつての久美子さんも帰宅するたびに少し気が重くなっていました。脱いだ靴が雑に置かれたまま、玄関の隅には届いた宅配の箱、何本もある傘。帰ってきて最初に目に入るのは、後で片付けなきゃと思うものばかりでした。あなたの玄関にもドアを開けた瞬間にふっとため息が出るものはありませんか？そんな日は夕食を作る気力も湧かず、帰り道に予定になかったお惣菜や甘いものを買い足してしまうこともありました。でもそれは久美子さんの意志が弱かったからではありません。ただ家に入った瞬間におかえりと迎えてくれる場所が少し足りなかっただけかもしれません。玄関を整えると金運が上がる、そんな話もよく聞きますよね。もちろん掃除をしただけで自然にお金が増えるわけではありません。でもこの言葉には大切な意味があるように思います。玄関は外の空気から家の空気へと切り替わる場所。そこが整っていれば、疲れた気分を外で満たそうとする前に、まず家で休もうと気持ちが戻ってきます。その切り替えがあることで、予定になかった出費も少しずつ静まっていくのかもしれません。大きな掃除は必要ありません。よく履く靴を
一足だけ向きを揃えて置き直す。邪魔になっているものを避けてリビングまでの通り道を開けておく。それだけでも玄関周りの空気は少し軽くなります。お金が巡る家は完璧に磨かれた家ではなく、朝の自分を気持ちよく送り出し、帰ってきた自分がほっと息をつける家のこと。まずはドアを開けた時に最初に目に入る場所から自分を整える準備を始めていきましょう。次に見直したいのは、家の中でも一番視界に入りやすい場所です。2つ目は、テーブルと床に見える余白を作ることです。リビングのテーブル、床の通り道、台所のカウンター、こうした平面は見た目や安全のためだけに整える場所ではありません。腰を下ろしてゆっくりお茶を飲もうとしても、テーブルの上の紙類や床に置いた荷物が目に入って気が休まらないことはありませんか？物が多いと、あれも片付けなきゃという未処理が増えて、家にいるのに心が休まりにくくなってしまうんです。反対にテーブルの上にちゃんと余白があれば、お茶を一杯安心しておくことができます。財布を開く時も、明細を見返す時も、次の買い物を考える時も、落ち着いて向き合うことができます。平面の余白はお金を扱う時の気持ちを整える場所でもあるんです。かつての久美子さんもお茶を飲むためにまず物をどかし、床の荷物をまたいで歩く、そんな日々を過ごしていました。目の前にはいつも後での一仕事がそのまま残り続けていました。そんな状態が続くと、お金の判断もどこか急ぎ足になってしまいます。ある日、久美子さんはテーブルの片隅に積まれていた郵便物を一箇所にまとめてみました。そして久しぶりにお気に入りの急須でゆっくりお茶を入れたんです。たったそれだけのことなのに、座った時の気持ちがふっと軽くなって、そういえばあの明細も確認しておこうと先延ばしにしていたことへ自然に手を伸ばすことができたんです。家の中を完璧に片付ける必要はありません。ゆっくり座れる場所はあるか、通り道に物が少なく安心して歩けるか、明細や書類を広げて落ち着いて見直せる場所があるか、大切なのはそのくらいのゆとりです。心が一息つけると、お金の使い方も不思議と穏やかに整っていくんです。さて、テーブルと床に少し余白ができたら、次に見直したいのは食費と深くつながる場所です。3つ目は、台所と冷蔵庫を見通しよくすることです。家計全体を見直したいとき、やはり最初に気になるのは大きな割合を占める食費ではないでしょうか。食費の見直しというと、買うのを我慢したり、自炊をもっと頑張ったりと、何かを削る方法を真っ先に思い浮かべるかもしれません。ですが、その前に大切なことがあります。それは、買い物へ行く前に今家にあるものを思い出せる状態にしておくことなんです。あなたの冷蔵庫にも使い切れずに残っていたものはありませんか？かつての久美子さんも買い物から帰って冷蔵庫を開けた時、奥から同じ食材が出てきて、またやってしまったと落ち込んでいました。使いかけの同じ調味料、期限が切れた食材、いつ買ったかわからない冷凍食品、一つ一つは小さな買い物です。けれど、それが重なると冷蔵庫は渋滞し、食費も静かにかさんでいきます。でもこれはやりくりが下手だからではありません。ただ、台所周りの見通しが悪くなることで、今あるものが見えにくくなっていただけなんです。お金の流れを整えたいときは、家計簿より先にまず買い物前の冷蔵庫や食品棚を確認しておくことが大切です。冷蔵庫はあなたの買い物の記録そのものです。何をよく買っているのか、何が残りやすく使い切れずにいるのか、その答えが静かに並んでいます。
見えない食材はもうないものとして買い足してしまうことがあります。だからこそ買い物の前に今あるものが見えるように詰め込みすぎない。それだけでも買い物メモは短くなり、二重買いも自然と減っていくんです。そして台所のシンク周りもお金の使い方に関わる大切な場所です。洗い物が溜まったままだと料理を始める前から気持ちが重くなり、今日は疲れたからと外食やお惣菜に頼りたくなる日が増えるからです。完璧である必要はありません。蛇口の水滴をさっと拭く、排水口のゴミを取る、お皿を1枚だけ洗う、それだけでも水回りの重たさが少し軽くなり、これならお味噌汁だけ作ろうかなと家でできることに心が向きやすくなります。台所を整えることは自分を追い込む節約ではありません。今ある食材を気持ちよく使い切るための準備です。台所周りが軽くなれば、買い物もお金の流れも少しずつ穏やかに整っていきますよ。そして次に見直したいのは家計の記録です。4つ目は財布の中を片付け、書類の迷子をなくすことです。お金の不安は残高だけで生まれるわけではありません。家計を見直そうと思った時に、まず必要なものを探せず疲れてしまったことはありませんか？今のお金の状態をすぐ確認できないことも不安を大きくする原因の一つなんです。財布の中にはたまったレシート、引き出しにはいつか確認しようと思った明細、棚の上には未開封のお知らせ。そんな状態が続くと家計を見直す前に探すことだけで疲れてしまいます。そしていつしかお金のことを考えるのは面倒だという気持ちにつながってしまうんです。でもそれはお金の管理が苦手だからではありません。ただお金に関わるものの帰る場所が少し曖昧になっていただけなんです。久美子さんも大事な書類が必要になるたびに家のあちこちを探し回ることが増えていました。月ごとにきちんと分けてしまおうと思っていたのに、続かない日が増えてだんだん雑になっていく。その度にまた探してるとお金のことを考える前にもう疲れてしまいました。それは心にとっての見えない出費なのかもしれません。そこで久美子さんは完璧に整理することを一旦やめました。代わりに用意したのは大きめの封筒が3つだけ。病院関係、保険や年金関係、食費のレシート用。細かな分類は後回しです。表に大きく書いて関係する明細や書類をそれぞれ入れていくことにしました。場所は1つ、封筒は3つ。それだけでもあの書類はどこだったかしらと探し回る時間はぐっと減っていきました。お金に関わることこそ自分の記憶力に頼りすぎないことが大切です。覚えておくというエネルギーを減らして置く場所を決めてしまう。それだけでも気持ちは随分楽になります。財布の中に溜まったレシートは週に1度でも封筒へ移す。大切なのは細かく分類することでも完璧な家計簿をつけることでもありません。きれいに分けるより迷子にしないこと。お金関係はここを見れば大丈夫、そう思える場所が一つあるだけで気持ちの負担は軽くなり、お金と向き合う時間も穏やかになっていくんです。さて、お金の不安を少し軽くできたら次に見直したいのは体と心を休ませる場所です。5つ目は寝室を整えることです。寝室は誰に見せるわけでもないからと片付けや寝具の見直しを後回しにしがちな場所かもしれません。でも寝室はただ眠る場所ではなく、一日の疲れをほどき明日の自分をもう一度立ち上げるための大切な回復の場所です。人生の3分の1は睡眠時間と言われます。
それほど長い時間を過ごす場所が今のあなたの体に合っているでしょうか。昔からこれだからと使い続けている布団や枕も気づかないうちに少し負担になっていることがあります。大切に使い続けることはとても素敵なことです。でも朝起きた時に肩や腰が辛かったり疲れが取れにくい日が続いているなら、今の寝床を見直すタイミングです。それは贅沢ではなく、明日の自分を支えるメンテナンスです。朝から疲れが残っていると、一日中心にゆとりがなくなります。あなたにも今日は疲れたからと予定になかった買い物で気分を変えたくなる日が続いていませんか？何を食べるか、何を買うか、そんな毎日の判断も疲れている時ほど急ぎ足になってしまいます。だから必要なのは我慢の節約ではなく、夜の間に自分を休ませる場所を用意しておくことなんです。寝室を見直すことは高い寝具をすぐに買い替えることではありません。朝起きたら寝室の窓を少しだけ開けて空気を入れ替える、枕カバーを変える、シーツのシワを伸ばす、枕元の本やスマホを別の場所へ移す、こうした小さなことを朝の習慣にするだけでも寝室の景色は少しずつ変わっていきます。そして一日の終わりにここで安心して眠れると思える場所になっていくんです。さて、寝室で体を休ませる準備ができたら、最後に見直したいのは家の中で自分をもてなす場所です。お金を使わなくても家の中にほっと満たされる場所を一つ作ることです。自分をもてなす場所といってもホテルのような完璧さやおしゃれなカフェの雰囲気ではありません。それは毎日の心の栄養になる居場所のことです。窓から外を眺める自分だけの特等席、こたつに入るとふっと肩の力が抜ける時間、花や緑が目に入る場所、そんな日常のささやかな景色や時間こそ今の自分を大切にする合図になるんです。あなたは家の中にここが一番落ち着くと思える場所はありますか？窓辺の座椅子に腰を下ろすとき、お風呂で湯船に浸かるとき、清潔な布団に体を預けたとき、人それぞれあるはずです。そんな場所が増えるほど、家はただ帰るだけの場所からあなたを優しく受け止める回復の場所へと変わっていきます。お金が巡る家とはただ節約が上手な家のことではありません。無駄を減らすことは大切ですが、我慢ばかりでは心はいつか疲れてしまいますよね。買い物をする時間も誰かと外で過ごす時間も人生の楽しみの一つです。でももし外に出ないと気持ちが落ち着かない、何かを買わないと一日が終われない、そう感じる日が続くなら、一度家の中を見渡してみてください。自分を雑に扱っていないか、心を休ませる居場所がちゃんとあるか、その問いかけがお金の使い方を見直すきっかけになっていきます。私自身もちょっと集中して本を読みたいとき、外のカフェで思ったほど落ち着けず、結局家が一番だなと感じることが増えました。リビングのテーブルを片付けてお気に入りのカップにコーヒーを注ぐ、そんな時間でカフェ以上に心が落ち着くこともよくあります。旅行から帰って自分の布団に横になる時も、やっぱり我が家が一番落ち着くとしみじみ感じます。特別な場所へ行かなくても家でほっとして好きなことに集中できる、そう思えることは暮らしの中の大きな豊かさだと実感できるようになりました。住まいは暮らしの中でも多くのお金をかけている場所です。だからこそ支払って終わりにするのではなく、心から休める場所に育てていく、それは贅沢ではなくお金を生かすことでもあり、自分の毎日をいたわることでもあるんです。玄関で気持ちよく出発し、
テーブルや台所で心地よさを保ち、財布や書類の迷子をなくし、寝室で今日の疲れをほどく。そして自分をもてなす場所で一息つく。あなたは家の中でここにいるとほっとすると思える場所はありますか？コメントで教えてくださいね。お金を大切にすることは自分を丁寧に扱うこと。あなたの暮らしがこれからも穏やかに続いていきますように。